皆さんこんにちは。ミツバチ経済学の5を始めます。過去4回のミツバチ経済学のシリーズでは、ミツバチ経済学のアウトラインをお話ししました。ミツバチ経済学あるいは養蜂経済学は、私の知る限り、これまで日本ではほとんど議論されてこなかった研究分野です。しかし、ミツバチ経済学は持続可能な農業や生態系におけるミツバチの重要な役割を見るならば、大いに議論しなくてはいけない分野だとは思っております。ですから今後この分野を作るために尽力していきたいと考えています。皆様からの忌憚のないご意見をお待ちしております。さて、ミツバチ経済学も第5回目になりまして、今までやってきたアウトラインを踏まえた上で、今回は少し応用的な問題に取り組みたいと思っています。それと今までの議論の中にもいくつか抜け落ちていた論点があって、それらは今後詰めていかなくてはいけません。そうした中から今回は後の方で養蜂業における絶対地代的な地代という新しい問題についても考えてみたいと思っています。でなお、今回の動画もミツバチ経済学のシリーズを最初から見ていなくても十分に理解できるように分かりやすく作ったつもりです。ですからどうか最後までゆっくりとお楽しみください。まず応用的な問題についてですが、今回は転子養蜂というものについて考えてみたいと思います。転子養蜂とは何でしょうか。転子養蜂というのは低地養蜂に対して使われる言葉です。そこで低地養蜂ですが、低地養蜂というのは一箇所に居座って行う養蜂、つまり移動を行わないで行う養蜂のやり方です。ですから転子養蜂というのはそれとは反対に移動する養蜂です。転子養蜂については国が定めた養蜂振興法の中でも説明されていますから、話の取っかかりとして養蜂振興法を見たいと思います。養蜂振興法は1955年に制定されて2012年に改正された法律です。養蜂振興法の中で転子養蜂については4つの条文の中に関連した記載があります。養蜂振興法は全部で14条からなる法律ですが、それらのうち、実に4つの条文の中で転子の話が出てくるわけですから、養蜂振興法の中で転子が重要なポイントであることは間違いありません。養蜂振興法の第2条では転子が次のように定義されています。この法律で転子とは蜂蜜もしくは蜜蝋の採取または越冬のためミツバチを移動して飼育することを言う。つまり養蜂振興法で転子というのは採蜜越冬を行うために蜂群、つまり蜂の群れを移動させることです。ところでこの条文にはポリネーション、つまり花粉媒介に関する記載がありません。ですからこの条文を時期通りに解釈するならば、ポリネーションだけを目的とした蜂群の移動は転子の範囲からは外れることになります。次に第4条第1項を見ます。そこには次のように書かれています。養蜂業者は他の都道府県の区域内に転子しようとするときは、農林水産省令の定めることにより、あらかじめ転子しようとする場所を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。つまり、ここで明確に述べられている内容は、都道府県境をまたいだ蜂群の移動についてです。そして、そうした都道府県境をまたぐ移動を行う際には、
原則として移動先の都道府県知事の許可を得なくてはいけないとされています。養蜂振興法の紹介はここまでです。こうした法律の条文を見ると、養蜂振興法の中で天使とは蜂蜜と越冬を目的として行われる都道府県境をまたいだ蜂群の移動のことだということがわかります。ところでここで養蜂振興法からは離れて、次に養蜂をめぐる情勢という文章を見てみましょう。養蜂をめぐる情勢は農林水産省生産局畜産部が毎年出している文書です。これは農林水産省のホームページから簡単に見ることができます。その最新版、令和6年版を見てみると、そこにミツバチの転死状況という項目があります。そのミツバチの転死状況では、転死が2つに分けられています。2つのうちの1つである県外からの転死は、先に紹介した養蜂振興法の第4条第1項にあった都道府県境をまたぐ転死のことです。それに対してもう一つの都道府県内における転死は、都道府県が条例や指導基準により調整するものであるとされています。つまり養蜂をめぐる情勢には、都道府県内における転死は各都道府県が調整すべきであると明記されています。ここまでは農林水産省の文書であるとか法律の検討を行ってきました。ところが転死に関しては、従来より一般に広く使われてきた言葉として大転死と小転死という2つの言葉があります。これら2つの言葉のうち大転死というのは国土の広い範囲にわたってダイナミックに蜂群が移動することです。それに対して小転死というのは蜂群が比較的狭い範囲の中で移動することです。ただ広いとか狭いという言い方はやや漠然とした言い方です。そこで以下では養蜂振興法の第4条第1項に定められている転死、つまり都道府県境をまたいだ蜂群の移動のことを大転死と呼ぶことにします。それに対して養蜂をめぐる情勢の中で述べられているような都道府県内での移動のことを小転死と呼ぶことにします。ただし都道府県境をまたぐ方が都道府県内の移動よりも必ず広域的であって長距離の移動が必要であるかというと、そういうわけではないという点は注意を要します。さて、ここまでは大転死と小転死という2つの言葉を法律であるとか行政文書を参考にしながら都道府県境をまたぐかまたがないかという点を基準に整理しました。しかしこのように整理したとしてもさらに問題が残ります。それは小転死と低地養蜂の違いをどのように考えたらよいのかという問題です。低地養蜂は移動を行わないと私は先ほど言いました。ただそうは言ってもいくら低地養蜂でも巣箱の位置を全く動かさないというようなことはおそらくはないからです。巣箱の重さは仮に蜜がしっかりと溜まっていたとしても 20kg ほどです。ですから、その気になれば巣箱をひょいと持ち上げて動かすことは簡単なことです。実際、低地養蜂でも
砲軍を合同させる場合や、あるいは養蜂場から越冬場に砲軍を移動させるときには巣箱を移動させるということは日常的に行われていることです。こうした砲軍の日常的な移動に対して天使というのは周密圏自体の変更を伴うような巣箱の移動を指すと定義したいと思います。でなお自治体によっては巣箱を置く場所の住所、地番の変更があった場合にそれを天使としているようです。しかしここでは周密圏の変更を伴うか否かを基準にして考えます。さて今回は冒頭からいきなり天使養蜂であるとか定置養蜂といった言葉をめぐって非常に込み入った話をしてしまいました。しかしこういう細かなお話をすることには意味があります。というのも言葉を明確にすると今回のお話の対象をも明確にすることができるからです。今回のお話の対象は大天使です。つまり都道府県境をまたいだ広域的な砲軍の移動のお話をします。でこうした大天使については1974年に出版された渡辺宏渡辺校著の近代養蜂という本の中に今から述べるような大変に興味深い記述があります。つまり日本では南北に長い日本列島の地形が天地養蜂におあつらえ向きにできているため、この方式つまり天使が世界一発達してきました。つまり日本では春先に南国を出発点として季節の進行とともに順次北上していく形の砲軍の移動が長い時間をかけてじっくりと練り上げられてきたというのです。蜜源植物が一年中勢いよく咲き続ける土地は日本にはありません。そこで蜜源植物の開花期を狙って砲軍を南から北へと徐々に移動させていく養蜂のやり方が発達してきたのです。ただ天使は日本に限ったものではありません。古今東西を見渡してみるならば天使の歴史は実は人類の歴史とともに古いようでして、古代エジプトでもナイル川の上流と下流との間で砲軍を船に乗せて天使が行われていました。この点については渡辺校著のミツバチの文化史という本の中で詳しく記されています。なお日本で天使が確立するにあたっては岐阜県の養蜂家によって大正年間に始められた北海道への天使が重要な意味を持っていたようです。日本の近代養蜂の草分けでもあった渡辺宏氏は大正元年、つまり1912年に北海道の蜜源調査を実施しました。そしてその調査を踏まえて北海道の蜜源はほとんど無尽蔵であり、その養蜂発展の潜在能力は驚くべきものがあるという結論に達したとしています。そこで渡辺氏はその翌年、つまり1913年に養蜂の友という雑誌の10月号にこの結論を発表して大いに業界の奮起を望みました。でさらに次のようにも述べています。かくて史上空前の北海道大天使は岐阜県の養蜂家たちによって刊行されたのですが、当時まだ参考とすべき文献もほとんどない長距離輸送に多大の犠牲を払ってこの冒険を刊行し、全国養蜂会に活を入れた
岐阜県の養蜂家たちの功績は我が国養蜂市場に不滅の足跡を残したものである。1966年に出版された農林省畜産局編の畜産発達史の中にある養蜂に関する章でも、府県から北海道への転使の意義が強調されています。それによると、大正6年、つまり1917年に北海道へ遠征した蜂群数は3936群でした。で、その3年後の大正9年、つまり1920年になると、岐阜、和歌山の駅から北海道に出発した蜂群の数は合計で1万4000群あったとされています。その2つのデータソースが同じではないので単純な比較はできませんけれども、先の3年前の数字の約 3.5 倍です。このように北海道への転使は日本の転使の歴史の中で重要な役割を果たしてきたのですが、それでは現在の日本で一体どれぐらいの数の軍が北海道に転使しているのでしょうか。北海道農政部が2024年11月に出した北海道の養蜂をめぐる情勢という文章の中では、2023年に北海道外から北海道への転使の許可件数は216件であったとされています。その蜂群数は29,812群です。蜂群数は、これまた単純な比較はできないので一応の目安になりますが、先に述べた約100年前の数字と比べて2倍強になっています。ただ、同じ北海道農政部の資料には、平成22年、つまり2010年以降、2023年に至る数値も掲載されていますけれども、それを見ると、近年は北海道への大転使の数は減少傾向のようです。2010年には許可件数は258件で、蜂群数は36,534群でした。ですから、この13年間に許可件数の減少は42件あり、率にすると 16% の減少です。また、蜂群数の減少は6,722群で、率にすると 18% 減りました。ただし、1件あたりの蜂群数は2010年には141群であったのに対して、2023年には138群ですから、こちらの方はこの間ほぼ一定数に保たれています。ただし、都道府県境をまたぐ大転使はもちろん都府県から北海道に向けた転使だけではありません。都府県間での移動もあります。農林水産省の養蜂をめぐる情勢には全国の転使に関するデータが掲載されていますので、その2023年の数値を見ると、許可件数は1752件で、蜂群数は124,859群でした。これらの数値と先ほどの北海道の数値とを比べてみますと、まず許可件数では北海道への転使は日本全体の 12% を占めています。で、また北海道に移動した蜂群数は全国の 24% を占めています。こうした北海道への転使の数値は、12% にせよ 24% にせよ、私は十分に大きな数字であるようには思いますけれども、いかんせん、今手元に
他の都府県に向けた天使のデータがないので、こうした北海道への天使の規模が他の都府県への天使の規模と比べて正確にどのような位置にあるのかということは確定できません。ネット上で探してみても、養蜂をめぐる情勢の都道府県版は北海道のものしか見つかりません。そこで、ここからは、先ほど述べた歴史的経緯と、そして北海道への天使の数値が十分に大きいということを踏まえて、以下では北海道への天使の話を中心に進めさせていただきます。でなお、越冬のために北海道など北国の養蜂家が沖縄などの南国に冬期間蜂群を移動させる反対方向の動きもあるという点は述べさせていただきます。ところで、先ほど見たように北海道への天使は許可件数が全国の 12% で蜂群数が全国の 24% ですから、1県あたり蜂群数に全国平均と北海道向けとの間で大きな違いがあるということが、このことだけからも分かります。具体的に数値を見ると、全国の大天使1県あたりの平均蜂群数は71群です。でこの数字は先ほど見た北海道向けの1県あたり蜂群数のほぼ半分です。でなお、近年北海道向けの大天使が件数も群数も減っていると申し上げました。では全国平均ではどうでしょうか。やはり2010年に遡ってデータを見ますと、全国平均の大天使はこの時2427件で、群数にすると12万3559群でした。先に紹介した2023年のデータと比較するならば、この13年間に件数では 28% 減少しました。これは、北海道向けの 16% の減少を大きく上回る減少率です。しかし、蜂群数で見ると、この13年間に、全国平均ではわずかですが 1% 増加しています。これは、北海道向けが減っているのとは大きく違っています。したがって全国の1県あたりの蜂群数は51群から先ほどの71群へと 39% 増えたのです。北海道向けの大天使は先ほど言ったように約140群でほぼ一定でした。全国的には比較的小さな規模の大天使がなくなって、より大規模な大天使に絞り込まれていくという、顕著な傾向が見られたわけです。ここには、人件費や交通費が上昇して蜂群を移動させるにあたって必要な負担、つまり経費が上昇していく中で、大規模な群の移動でなければ費用をペイしにくくなってきている事情が垣間見られます。しかしこの点については今後実態調査を踏まえたより詳細な検討が必要でしょう。でさて、ここまで北海道外から北海道への蜂群の大天使が日本の養蜂業の歴史の中で、あるいは現状においても重要な位置を占めているというお話をしてきました。それではこうした北海道への大天使は一体どのような理由に基づいて行われているのでしょうか。こうした問題を考えるにあたって
産業活動としての人間の行動を決定する重要な要因はやはり経済的な要因であるということを認めるならば、この問いは北海道への大転死はいかなる経済的要因の下で行われているのでしょうかという問いに置き換えることができます。そしてこうした問いを出したときに、さらに考えなくてはいけないのは、このシリーズの中で第2回目から問題にしてきた養蜂地代の考え方です。でなお、大転死は細密や越冬を目的とした移動ですけれども、北海道に越冬のために移動するということは考えられませんので、以下は細密のための移動に限定した話になります。そこで養蜂地代についてここで簡単におさらいすることにします。そのためにはまずこの表を見ていただくのが良いでしょう。これはミツバチ経済学の第2回目と第3回目で養蜂地代について詳しく説明した際に使った表です。その時これを養蜂地代表と呼んでいました。今は養蜂差額地代第一形態と書いています。このネーミングの意味については後ほど説明します。でこの表の中には北海道とそれから本州以南という2つの地域があります。そしてこれら2つの地域の間では2列目に示してある1養蜂場あたりの蜂蜜の生産量と、それから3列目の生産額とが随分と違っています。北海道の方が本州以南よりも生産量も生産額もだいぶ多くなっています。でなおここでは一つの養蜂場で4群のミツバチが家族的な経営によって飼われている状態を考えています。家族的な経営というのは人を雇わないで家族員だけで営まれている養蜂場という意味です。こうした蜂蜜生産量の違いは一体何に由来しているのかというと、これは2つの地域の間の自然条件の違いによってもたらされているのでした。つまり北海道と本州以南との間の蜂蜜生産量、そして生産額の違いは2つの地域の間の蜜源植物の豊かさや気候の違いに由来しているわけです。こうした北海道と本州以南との間の蜂蜜生産量の違いは、私自身が行った何件かの養蜂家さんに対する聞き取り調査と農林水産省の養蜂をめぐる情勢に掲載されている統計資料から導き出したものです。私が聞き取りを行った養蜂家さんはいずれもニホンミツバチは飼っていなくて西洋ミツバチだけを飼っていました。それに対して養蜂をめぐる情勢に示されているデータでは蜂群の数は西洋ミツバチのデータだけが掲載されているのだけれども、蜂蜜の生産量については西洋ミツバチだけではなくてニホンミツバチが集めた蜜の量も含まれていると聞いています。もしもこの通りであるとするならばニホンミツバチが分布している地域、つまり北海道と沖縄を除く都府県では1群あたりの蜂蜜生産量の統計数値は、これを西洋ミツバチのデータと考えるならば、実際にはそこにニホンミツバチの蜂蜜生産量が加算されているために西洋ミツバチによる蜂蜜生産量の実態を過大に表していることになります。さらにこの表の分析を行った際には蜂蜜生産量と生産額に見られる地域間での違いが
養蜂地代として養蜂家の懐の中に入っていくともしていました。ただ、養蜂地代が実際にどれぐらいの大きさになるのかを考えるにあたっては、売上からまず養蜂を行う際に必要な物的な費用を差し引かなくてはいけません。でなお、ここでは生産物としては蜂蜜だけを考えています。その際の物的な費用は巣箱、巣板、給餌器、分割板、遠心分離器、糖度計、ビツコ式、ハイブツール、燻煙器、角黄板、大かご、飼料用の砂糖、ダニ駆除剤、綿布、そして蜂そのものといった養蜂を行う上で必要な生産手段を購入するために必要な物材費です。しかし、養蜂地代を算出するために売上額から差し引かなくてはいけないのは、こうした物品を購入するために必要な費用だけではありません。それに加えて、養蜂家の労働コストも売上額から差し引かなくてはいけません。養蜂地代表には、蜂蜜の販売額とともに、そこからこうした2つの要素、つまり物材費と労働コストを差し引いた結果をも示しています。本州以南の蜂蜜の生産量は 80kg であるのに対して、北海道における蜂蜜の生産量は 260kg です。そしてその売上代金はそれぞれ40万円と130万円としています。そこから費用の40万円を引くと、本州以南は0円になりますが、北海道では90万円残ります。この90万円が北海道の自然条件の豊かさと気候条件が養蜂家にもたらす養蜂地代になるわけです。でなお、くどいようですけれども、ここでいう費用の中には、先ほど言った物材費と労働コストの両方の要素が含まれています。そしてこうした養蜂地代の存在が本州以南から北海道への転資の背景にあることはほぼ間違いありません。ただし、今示した養蜂地代のモデルを転資の問題を考えるときに応用するにあたっては、修正しなくてはいけない点が2つあります。そこでそれらを今から述べます。一つは、大転資には一般に長距離の移動を伴うので、蜂群や養蜂家の移動や滞在のためのコストが必要になるということです。そのため、その分だけ転資養蜂は低地養蜂と比べて割高になります。したがって、大転資が成り立つためには、養蜂地代がこの移動や滞在のためのコストを上回るということが必要です。ただ、この点についても今後実態調査を通して明らかにする必要があります。修正が必要な2つ目は、蜂群の規模についてです。先ほどの養蜂地代のモデルはたった4群の規模しかない小さな養蜂場を想定していました。しかし、大転資の場合にはこれよりはるかに大きな規模の養蜂場を想定しなくてはいけないでしょう。先ほど大転資1軒あたりの蜂群数は北海道への移動で平均140群であり、全国平均ではそれよりもだいぶ規模が小さくなりますが、それでもその半分程度はあると申し上げました。しかし全国平均でも4群よりはだいぶ規模が大きいです。このように群が大きくなった時の地代を以前ミツバチ経済学の第3回目では差額地代の第2形態として説明しました。そこでは
砲軍の数を4軍ではなくて8軍に増やした時のお話をしました。8軍の場合、この表にありますように本州以南の販売額は単価5000円 ×1 軍あたり 20kg ×8 軍で80万円になります。砲軍の数が2倍になったので、蜂蜜の生産量も生産額も2倍になったわけです。また、軍数が2倍になったので、労働投下量も2倍になったとすると、200時間になります。ですから、労働の時間単価を同じ3000円とすると、労働コストは200時間 ×3000 円で60万円に増えます。つまり、売上と労働コストは規模が倍になったので、それに正比例で2倍になったわけです。次に物材費を見ますと状況が変わってきます。物材費は4軍の時は約10万円でした。軍数が2倍になると物材費も2倍になるのかというとそうではありません。もちろん軍数が増えるに伴って軍数に比例して増える費用もあります。巣箱、巣板などの費用は軍数が2倍になると同様に2倍になるでしょう。しかし軍数が増えるときにたとえ増えるにしても軍数に正比例して増えない費用もあります。遠心分離機や届けの費用などです。ですから軍数が2倍になったときに物材費全体で見ると2倍までにはなりません。2倍よりも少なくなります。ミツバチ経済学の第3回目で試算した結果は約 1.6 倍でした。したがって物材費に労働報酬を足した費用合計も4軍の時の2倍の80万円にまではなりません。76万円でした。そうすると販売価格の80万円の中には物材費と労働コストでは説明のつかない金額として4万円が残ることになります。ここではこの4万円を地代と考えることにします。ただし先ほどの北海道の地代は自然の豊かさと気候条件から生じてきたものでした。しかし今の場合の地代は砲軍数を増やしたことに伴って追加的な投資が増えた砲軍に対して割安になったことによる地代です。両方とも地代ですが、こうした違いがあるので北海道の自然の恵みと気候条件がもたらす地代は養蜂差額地代の第一形態と呼ぶのに対して、今の場合の追加投資の効率性が生み出す地代を養蜂差額地代の第二形態と呼ぶことにします。こういうふうに2つの地代は区別されます。ただ天使養蜂の平均規模は70群とか140群という規模ですから、今の説明の8群よりもさらに大規模です。そうすると追加投資の効率性はさらに高まるはずです。ですからその分養蜂差額地代の第二形態はさらに大きくなると思います。しかしそれが具体的にどの程度の大きさになるのかは、こうした大規模養蜂の経営分析をやってみないと分かりません。これも今後の課題になります。ただ仮に大規模経営の効率性が差額地代の第二形態を生み出すとしても、そうした効率性は北海道であろうが本州以南であろうが砲軍をどこの地域に置いたとしても発揮されるものでしょう。したがって北海道への転使はあくまでも養蜂差額地代の第一形態を得るために行われているものと考えられます。なお大規模経営の効率性は、今のように
養蜂差額地代の第二形態の概念を持ち出さなくても、規模の経済性として単純に説明することもできるでしょう。しかしここでは養蜂業の分析を地代論で一貫させようとしています。そのために差額地代第二形態論を持ち出しているわけです。ところで養蜂場の設置はミツバチ経済学の第3回目で詳しく紹介しましたように、養蜂振興法第8条が定めるところに従って都道府県によってオーソライズされたものです。それは北海道の場合、半径 3km に及ぶ広い面積の集密権を特定の養蜂場が利用する権利という形をとっています。こうした集密権の考え方で非常に特徴的であるのは、現実に土地の所有者が存在している中で、養蜂家が集密のために土地を利用する権利が土地所有権と並行して、それとは別個に設定されているということです。そして養蜂家に与えられる集密の権利は、こと集密に関しては土地所有権に優越する権利になっています。こうした言うならば独占的に養蜂を行う権利に基づいて養蜂地代は養蜂家の懐に入るわけです。ここまで説明してきた養蜂差額地代は自然の恵みであるとか養蜂家の投資によって生み出されたものでした。しかし、ここではさらに一歩踏み込んで養蜂を行う権利自体が地代を生み出す可能性について考えてみます。養蜂を行う権利はある種独占的な権利であるので、権利自体が地代を生み出す可能性があるわけです。これを、絶対地代的な地代と呼ぶことにしたいと思います。つまり養蜂業への新規参入が養蜂振興法第8条と都道府県が行う蜂群配置の結果として制限され、そのため国産蜂蜜の生産が制限され、その結果蜂蜜の価格が人為的に引き上げられて、そこから絶対地代的な地代が生み出される可能性があるわけです。ここまでは蜂蜜の価格は 1kg あたり5000円としてきました。しかし蜂蜜の価格が今述べた供給制限の結果として仮に5500円になり、つまり5000円から500円だけ引き上げられたとするならば、その引き上げ分は、この表のように絶対地代的な地代を生み出すと考えることができるわけです。ただし、集密権に対する養蜂家の権利は誰かから買い取ったものではありません。また、お金を払って借りているものでもありません。したがって集密権の権利自体が必ず地代を生み出すものなのだと考える必要はありません。そうではなくて、集密権の権利が蜂蜜の供給制限とそれに伴う価格上昇をもたらしたときに、その上昇分を絶対地代的な地代と考えることができるのです。はい、今回はここまでにします。私の知る限りでは、養蜂地代論は全く新しい研究分野で、理論的にも実証的にもまだまだ解き明かさなくてはいけない問題を数多く抱えています。その基本的なアイディアは、土地の所有や借用がない中で行われている土地利用から生じてくる地代の問題を考えることです。また、本日は転子養蜂の問題を考えましたが、養蜂地代論は今後いろいろなことに応用できる可能性を秘めています。養蜂地代論はこれから皆様と議論をしながら作っていきたいと考えている分野です。今回は最後までご視聴いただきありがとうございました。